はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はモジョンのエーテルっていうね、最近発売されたばっかりのですね、コントローラーレビューしていきたいと思います。こちらね、Amazon Japan の方でね、普通に購入して、ついね、先日届いたばっかりということで、今はね、もう日本国内でもしっかり流通しているコントローラーになってます。もともとビッグビッグウォンっていう名前をずっと使ってきたモジョンなんですけど、現在はね、完全に名前はモジョンっていう形にね、変わっています。特に有名なコントローラーとしては、今こちらのね、ブリッツ2っていうね、コントローラーが有名なメーカーになってますが、こちらのエーテルに関してはね、そんな、モジョンのもう最新コントローラーということもあってですね、一通り、検証してきましたが、かなりね、最新コントローラーらしい性能になっているかなと思いました。はい、それではですね、モノルの方でモジョンエーテルのスペックをサクッとチェックしていきたいと思います。カラー展開1種類ですね。対応機種は PC、スイッチ、iOS、Android で、有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続にも対応しています。ポールエフェクトスティック採用で、スティックの重さは 65g フォース。背面にボタンついていてですね、遅延の値っていうのはこんな感じでした。特に注目すべきは有線の遅延っていうのはかなり早いですね。で、スイッチの有線接続の遅延っていうのがですね、かなり早かったです。この辺はね、後で詳しく見ていきたいと思います。ポーリングレートっていうのは実測値で 998Hz、無線のポーリングレートは 875Hz でした。スティックのカウントカーブに関してはね、ノンリニアで本体重量 214g っていうことでした。価格は現在 Amazon で3980円っていうことでね、めちゃくちゃ安いコントローラーですね。現状、これ以上安いコントローラーってなるとですね、なかなかね、まともに使えないようなコントローラーばかりになってくるかなっていうところで、ちゃんと使えるコントローラーとしてはですね、最安クラスのコントローラーっていうことになります。内容品はね、シンプルで USB ケーブルが付属していなくてですね、こちらの本体とこちらの USB ドングルしかないっていう形になってます。なんでね、もし有線接続したいっていう場合はですね、別途 USB Type-C のケーブルを用意しなければならないっていうことになってます。はい、そしたらね、本体の方ちょっと詳しく見ていきたいと思います。デザインはね、相変わらずモージョンらしくね、ちょっと奇抜で、個人的にはかなりダサめかなと思うんですけど、そうですね、サイズ感とかを見るとですね、ブリッツ2と比べてもだいぶコンパクトになったかなと思います。はい。これ Xbox のね、コントローラーサイズですね。こちらが Xbox の純正コントローラーですけど、それと比べてもね、ちょっとパッと見た感じではコンパクトに見えるかなっていうぐらいのサイズ感ですね。持った感じも非常にしっくりくるサイズです。ちょっとね、背面ボタンがね、ついてる分、ちょっとだけね、純コンよりかは持ち心地は大きめかなとは思いますね。グリップがちょっと太いかな。そうですね。グリップがね、ほんの少しこう、太いような感じっていうのはあります。あとは背面ボタンがついてるっていう分で、ちょっとね、持ち心地的には純コンよりかはね、大きめには感じますね。ただ最近のね、コントローラーとしては非常に持ち心地よくて、背面ボタンもね、非常に押しやすい位置にあっていいです。はい、ちょっと出っ張っててね。で、ブリッツ2なんかだとですね、こう、どう持ってもね、こう、ちょっと上すぎるんですよね、背面ボタンが。こう指先で押すっていうよりかはね、こういう感じでね、指全体で押すっていう感じになっちゃうんですけど、こちらのね、エーテルに関してはいい感じに指先で押せる位置にね、背面ボタンがあるのですごくね、押しやすくていいですね。もう少し細かく見ていくとですね、十字キーはタクトスイッチ、ABXI ボタンはメンブレーンですね。LB、RB に関してはタクトスイッチで、背面ボタンに関してはですね、なんとマイクロスイッチが採用されてます。この価格帯のコントローラーでマイクロスイッチが採用されている例っていうのは私は見たことがないですね。なんでね、すごく背面ボタン優れてます。で、トリガーはね、ストロークこんな感じです。トリガーストップ機能っていうのはね、ないので、これがね、このアナログトリガーでしか使うことができないということです。ただね、私もうすでにこれちょっと改造をね、したりしててですね、レーシングゲームを使うとき以外は基本的にはトリガーストップを自前でつけたりしてます。やり方はですね、裏面のネジ
をすべて外してですね、1、2、3、4、5、6箇所ですね。で、このね、グリップ部分から隙間開けて、仮面の爪を外していってやるとですね、はい。こう下側からこうやってね、開くことができます。結構簡単に開く方のコントローラーなんでね、はい、こうやってね、ここまで分解してあげたらですね、この裏面の方の土台が、トリガーの土台っていうのがあって、ここがね、トリガーを止めるためのストッパーの役割をしているんで、ここにね、こういうね、ゴムの、ストッパーになるようなものをね、乗っけてあげると。乗っけて止めておいてあげるとね、こうすることでね、トリガーストップっていうのを自前でつけることができます。こうしてやれば、FPS ゲームとかね、アナログトリガーを使わないゲームでもね、結構快適にはなるかなと思います。はい、こんな感じですね。でね、これちょっとトリガーの反応し始めの領域っていうのがちょっとね、大きめっていうんですかね。なんでね、トリガーストップ限界までね、高くしてですね、ストローク短くしてもこのぐらいのストロークにはなってしまいます。LT、RT のところでね、エイムと射撃とかする方はね、ちょっと使いづらいかなって思いますね。この辺りはさすがにね、こうボタンになるタイプのトリガーストップがついてるコントローラーなんかと比べるとちょっと劣るかなと思います。まあただそこまでね、ちょっと求めるのは酷なのかなとも思いますね。そしたら、ちょっとね、PC につなげて、見ていきます。はい、PC につなぎました。そしたらこういう画面になります。で、実はこれですね、もともと、ファームウェアはね、日本語対応のものが入ってました。ただですね、日本語対応のファームウェアかなり遅延が大きいです。なので、ビッグビッグウォンアシスタントっていうね、ソフトウェア、PC 用のソフトウェアの方でファームウェアのアップデートを行いました。そうするとですね、残念ながらですね、中国語のね、画面しか出なくなってしまったっていうことで、残念ながらね、このコントローラーちょっと遅延を気にされてね、ファームウェアをアップデートするとですね、日本語が使えなくなってしまいますということです。はい、こちらが現在のファームウェアのバージョンなんですけど、V24 ということでね、こちらにアップデートをしています。もともとね、30っていうバージョンが、日本語対応のバージョンが入ってたんですが、アップデートで24ってね、まあ、多分ね、この数字あんまりね、意味がなくてですね、24っていうね、バージョンの方が遅延が少なくてね、より優れたファームウェアだったかなと思います。言語対応だけが抜けているって感じですね。はい、それでね、こちらの画面でね、できることなんですが、よいしょ。FN キーを押すと、配置ってことで、まずは、スティックのデッドゾーンを変えれます。もともと12入ってたんですが、こちらは私は0に設定してます。右スティックのデッドゾーンも同様ですね。で、こちらがね、ボタンのマッピングになります。バックボタンの M1、M2 をね、X とか A にしたりできます。ちなみにですね、右スティックは、はい、無効化するっていうことはできないですね。はい、押し込みボタンとかの無効化はちょっと無理みたいです。キーボードのキーとかもね、設定はできないですね。コントローラー上のボタンだけ設定できるっていうことですね。あとはね、スタートセレクトとかそういったところへの設定もできないような仕様になってますね。はい、で、連打ですね、こちら。連打設定っていうのもあります。連打オンオフしか設定ができないっていう形になってますね。で、これがね、トリガーの、ラピッドトリガー機能ですね、ちょっと押しただけで最大入力判定されるようにするっていうね、設定になってます。これは正直ね、あんまり必要性ないかな。ゲームによってはもしかしたらオンにした方がいいかもしれないですね。で、振動の強度っていうのを設定できるって形です。あとは X インプットモードとスイッチモードの切り替えっていうのもこの画面でできるので非常にわかりやすくて良かったですね。はい、これがペアリングモードになります。Bluetooth 接続したり、USB ドングル接続したりっていうのがこのペアリングモードを使うことでできますね。で、LED の輝度ですね。暗くしたり明るくしたりできます。LED というかディスプレイのあれですね、輝度ですね。
明るくしたり暗くしたりできます。で、バージョン情報っていう形になってます。割とシンプルな機能なんですが、このね、ディスプレイだけで設定が全て完結するっていうのは非常にいいなって思いますね。一応こちらね、ビッグビッグオンアシスタントの方で認識させること自体はできるんですが、そちらでの設定っていうのは一切できませんでした。なので、設定はここでできることしかできないっていうことになってます。あとですね、一点気になるところとすれば再キャリブレーションできるのかって話なんですが、一応できました。その方法っていうのがね、このスタートとセレクト長押しです。そうするとこういうね、構成中っていうね、形になってですね、スティックをぐるぐるぐると回して、3回ぐらい回してですね、離して、トリガーもね、こう、3回ぐらい押し込んで、スタートとセレクトをもう一回押しますね。そうするとですね、失敗って出ちゃったんですが、ちょっとトリガーストップ入れた状態では失敗するみたいですね。はい。トリガーストップをね、自前で入れてる方は外してね、それでさっきの構成っていうのをちょっとやるとですね、スティックの中立位置とかがしっかりとね、設定されるのでいいと思います。ね、もうこの辺、一通りですね、基本的にやりたいことっていうのは全てできるので、これだけの機能があればね、割と十分かなって私なんかは思ったりしますね。同時押し設定とかね、マクロとかもないんですけど、ね、そこまで必要ないかなっていう方はね、これでもう十分じゃないかなと思いますね。じゃあちょっとね、ゲームパッドテスターの方も見ていきます。そうですね、パッと見。中立位置っていうのはね、キャリブレーションは私の方でも先ほどっていうかね、以前やってるのでですね、中立位置はしっかり出てる方かなと思います。で、新エンドチェックやるとですね、だいたいこのぐらいの新エンドになってます。はい。2.8% ってことでね、だいたい 0.2627 27% ぐらいでマックス入力されなくなるような四角形ということで、かなりね、深淵度っていう意味ではね、深淵に近い方の、設定かなと思います。この辺は好みによるのでね、良し悪しっていうのはちょっとね、私は何とも言えないですが、この左右の、スティックでの差とかもかなり小さいですし、四角形のこのね、出方っていうのもね、上下左右で差がほとんどないように見えるのでですね、非常にね、スティックも優れているかなと思います。はい、そしたらここからはですね、遅延の測定のために分解してきた、っていう様子をね、見ていただきたいと思います。ですね、まず見ていただきたいところとしては、スティックモジュールがね、何が使われているかというところですね、そこをちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらの製品のスティックモジュールはですね、軽シルバー製のスティックモジュールが使われていました。このスティックモジュールですね、あれなんですよね、最近だと、スカフのベイラープロっていうね、コントローラーとね、全く同じモジュールかなと思います。15,000円するコントローラーにも使われているスティックモジュールが4,000円切るようなコントローラーにも使われてるっていうことでね、そのあたりはちょっと面白いなと思いますね。はい。で、遅延の計測にはゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうソフトウェアを使ってですね、ABXY ボタンのところのベンブレンのね、ボタンで計測を行いました。はい。そしたらですね、モジョン、エーテルの、遅延の計測結果を見ていきたいと思います。でですね、こちらですね、日本語のファームウェアですね、もともと入ってたファームウェアでの計測結果っていうのがですね、この、1,2,3,4,5、6つの計測結果になります。非常にね、遅くてですね、有線の X インプット接続でも 8.29 ミリセカンドで、マックスが 28.93 ミリセカンドも出ちゃってるんですよね。なんで、これね、日本語のファームウェアに関してはですね、ちょっとね、あまり使うの、おすすめしないです。できればですね、届いたらビッグビッグオンアシスタントの方でファームウェアをね、アップデートしていただいた方がいいかなと思います。かなりですね、これはファームウェアに問題のあるね、タイプのね、遅延の出方かなと思います。横幅があまりにも広くてですね、これはね、相当プレイに支障が出るレベルのね、遅延かなと思います。ファームウェアアップデートをしてあげればですね、有線ケーブル接続でこのような遅延の計測結果となっててですね、平均で 3.73 ミリセカンドっていうことでした。これならね、全くね、もう、体感できるようなレベルの遅延ではないかなと思いますね。
無線ドングル接続の遅延の計測結果っていうのはこちらですね。平均 9.57 ミリセカンド、最大 12.04 ミリセカンドってことでした。ややね、大きめではあるかなと思います。FPS ゲームとかですね、遅延をそれなりに気にするようなゲームをプレイされる方っていうのは有線ケーブル接続で、遊ぶのが無難かなと思います。はい、それでこちらがね、スイッチプロコンと比較したね、スイッチ接続時の、入力遅延になります。いろんなね、これまで検証してきたですね、コントローラーを並べているんですが、なんとね、モジョンのエーテルはですね、最速っていう結果になりました。私もね、検証しててすごくこれはびっくりしました。無線接続の方はちょっと遅めっていうことで、サイクロン2とかね、かなり、これまで速かったコントローラーと比べるとですね、有線の方が速いっていうのはちょっと特徴的かなと思いますね。なのでね、モジョンエーテルに関してはスイッチ接続時は有線でつなげてね、スイッチのドックでね、有線接続するっていうのがおすすめになってます。具体的な遅延の内訳っていうのはですね、こんな感じになってます。有線の方がね、ちょっと幅広くはあるんですが、サイクロン2も同じようなグラフの形をしていてですね、マイナス1フレームの方が多くて、1フレーム差っていうところはね、かなり少なくてですね、かなりこれは優秀だったかなと思いますね。無線の方はね、やや、1フレ遅れっていうのがね、十数%出るっていうところで、完全にスイッチプロコンの無線ほどね、速いっていうわけではないっていうところがね、わかるかと思います。現状ですね、スイッチ接続ではね、スイッチプロコンの無線がかなり速い方のね、接続方法なんですが、ゲームキューブのコントローラーが速いっていう話がね、あるんですけどね、それについて、かなり早めのね、接続方法なんですが、それよりも、モーションエーテルの有線接続が速いっていうことなんで、これはね、文句なく、スイッチでね、使うっていうのではね、かなりいいコントローラーかなと思います。ただしですね、スイッチでのね、使用にあたっては注意が1点必要でですね、このね、モーションエーテルはジャイロ機能がね、搭載されてないんですね。ちょっとね、ジャイロがついてないっていうところだけはね、注意が必要かなと思います。なんでね、今回スプラトゥーンでのね、ジャイロの検証っていうのはスキップしたいと思います。はい、それでこちらがね、モーションエーテルの、スティック感度カーブの計測結果になります。赤色の線っていうのがですね、デフォルトというか何も設定をいじってない感度カーブになります。このね、赤色の線でもですね、中立付近結構リニアに近い感じになってました。でね、全体的に可動域がね、30% 小さい、っていう風になっていてですね、かなり高感度目かなって思います。実際ね、ゲーム内で操作してみてもですね、かなり高感度だったかなと思います。なんでね、リニア化っていうのも一応やっておきました。30% 高いフリークっていうのをつけた上で、Steam 入力のね、カスタム感度カーブを283って設定してやるとですね、かなりリニアに近づけることができます。はい、こちらが誤差の方のグラフになります。やっぱりね、デフォルトの状態ではですね、徐々に感度が高くなっていくっていうことでね、かなりね、操作難しめのスティックではあるかなと思います。フリークをつけるだけだと低感度にこういうね、カーブに、こうね、いわゆるホールエフェクトスティックらしい、スムーズな低感度のカーブっていうのを描いてしまうのでですね、Steam 入力のカスタム感度カーブでややね、感度を上げてあげるとちょうどいいかなっていうところです。私はですね、Apex とかね、こちらの、プロフリーク V2 のね、サンセットっていうフリークのね、高い方ですね、をさらにですね、一番マックスまでこう、高くしてね、固定してやってですね、それで、やってね、ちょうどいいぐらいの感じでした。普段ね、20% ぐらいのフリーク私つけてるんですけど、こちらのね、フリークはだいたい一番低くして 30% 高くなって、一番高くするとだいたい 50% ぐらいかな。45% ぐらいね、高さが高くなるフリークになっているのでですね、このね、フリークでね、高さ調節してやってですね、感度合わせるのがいいかなと思います。はい、そんなわけでね、Apex の方をね、このリニア化した設定でですね、やってきました。もうね、スティックのね、エイムってところではですね、普段の感じと全く、変わらずね、エイムしていくことができたかなと思います。かなり、操作しやすかったですね。今回はね、この3ストライクっていうね、モードで、一通りプレイしてきたんですが、全くね、スティックさえ調整してやれば、
問題なくっていうかすごく快適にね遊ぶことができました。これならね全然ねメインのコントローラーとして使っていくこともできるんじゃないかなって思うぐらいですね。もうね背面ボタンもねとっても押しやすいですし、なんかねこれはねほんと価格破壊ですね。もう完全にねこれに負けてるハイエンドコントローラーだってあるんじゃないのって思うぐらいのねコントローラーで、正直ねちょっとこれはすごいなって思ってしまいました。モジョンとしても相当これはね売りに来てるコントローラーなんじゃないかなと思いますね。4000円っていうね価格は本当にね今時多分純コンとかがねとにかく値段上がってるっていうこともあってですねすごく高くなっちゃったっていう感じがあるんで、もうね今 PC 用コントローラーを買うんだったらこのねモジョンエーテルでいいんじゃないかなっていう気がします。ちょっとねこのフリークだったりとかですね Steam 入力でねカスタムサウンドカードを変えなきゃいけないっていうところはね、どうしてもねあるんで、そのあたりねちょっと、敷居が高くなっちゃうっていうのがね、マイナスポイントではやっぱりあるかなとは思うんですけど、もしねそこがねあまり抵抗ないよっていうね方であればですね、このね、モジョンエーテルで十分にね、使っていけるねコントローラーなんじゃないかなと感じました。4000円を切るコントローラーにここまで言うのはちょっと酷かなとも思うんですけど、気になったところはねやっぱりトリガーですかね。これもねトリガーストップを自前でつけてプレイしているんですが、ちょっとねやっぱりストロークは長すぎるかなっていうところで、できればねトリガーじゃなくてLB、RB のねボタンの方にねエイムと射撃を割り当ててやってですね、プレイした方がいいかなとは思いました。はい、続いて Call of Duty Black Ops 6のね、プレイになります。こちらもねおおむね、Apex の時とね感想は変わらなかったですね。Call of Duty もですねスティックの感度っていうところをちょっと調整してね上げればですねものすごくプレイしやすいいいねコントローラーだったと感じました。かなりねゲームに集中できてですね、いつも使ってるコントローラーですね。基本的にはですねやっぱり、私はねどうしてもね好きでね随機のエボトップを使ってるんですけど全くね、それとね違いっていうのはあんまり意識せずにね、ゲームに没頭してなんていうんですかねコントローラーをまるで、自分のね体の一部かのように、ね、扱ってるような感覚で、遊ぶっていうことがねできましたね。なんでねやっぱりですねそのトリガーの部分ですねはやっぱりもともとねマイクロスイッチでボタンにしかね、できないブリッツ2とかですねはやっぱりなんだかんだ FPS ゲームにはね向いてるかなと思いますし、あちらだとね、可動域っていうのもね別に、狭くなくてですねフリークをねつけなきゃいけないっていうこともなくてね、カスタムカーブもビッグビッグボーンアシスタントで調整できるので、やっぱりそれなりにね金額出せばですねやっぱりより良いコントローラーっていうのは、あるかなっていう気はします。なんでね、できるだけ価格を抑えてフリークとかをつけてもいいよっていうねそういう方にねそのFPS ゲームで使う場合にはですねモジョンエーテルが合ってるのかなっていう気がしますね。あとはですねフリークをつけるっていうことでですねやっぱりスティックの高さっていうのはねどうしても、普通のね、可動域がね普通に広い、コントローラーと比べるとですねちょっとね高くなってしまうっていうところは、マイナスポイントかなと思います。それがどうしてもね、慣れないよっていう、方もいるかもしれないですね。スティックの高さがね高くなる分ですねやや、持った時にね親指の位置っていうのがちょっと窮屈な感じがするっていうところで、しかもね高い割には割と感度がね高いので、そのあたりに若干ね変な感じっていうのは最初の頃はねちょっとしたかなと思います。たまにねゲームプレイ上で見ていただくとね出てくるんですけど、思ったほどね、倒しきった時のなんていうんですかねエイム速度っていうのがね速くならなくて、ADS をねしたままね狙いすぎるっていう感じがありました。
なんて言ったらいいんですかね、これ。ですね、こう、スティックがね、ある程度高いと、なんとなく自分の中でですね、こんだけ倒したら、こんだけ、ね、エイム速度が上がるだろうみたいなのがね、なんとなく体で覚えている部分があると思うんですけど、それがね、こちらのコントローラーですね、スティックが高い割に、やっぱり可動域っていうのが、それでもね、なんて言うんでしょうかね、その、スティックが高いほど、可動域が広くないっていうところで、マックスに倒した時の、エイム速度っていうのが意外と速くならないっていうところがあってですね、そこはね、ちょっとね、まあ結構ね、長いことね、プレイしてはみたんですけど、なかなか慣れなかったところではありました。思ったほどね、ADS で、最後まで倒した時にね、エイムがしっかりと、速くなってくれないような感覚っていうのがありましたね。なんでね、そのあたりっていうのは、この可動域が狭いっていうね、スティックのマイナスポイントかなと思いますね。まあこれだけね、4000円切ってるようなコントローラーっていうことなんですけど、まあ大体ね、なぜかね、廉価版のコントローラーっていうのはスティックの可動域が狭いことがね、多くてですね、まあスティックモジュール自体はおそらくですけどね、可動域っていうのはね、持たせることできると思うんですけど、このね、パネルというかね、ボディのね、方で可動域に制限をかけてしまうっていうね、そういうことが多分あると思うんですよね。でそのあたりがね、ちょっとね、残念だったかなっていうところですね。これでもし可動域がね、純根のようなね、可動域しっかりあったりなんかした日にはですね、もう、このね、4000円切るコントローラーでいいじゃんってなっちゃってですね、もう他のコントローラー売れなくなっちゃうんじゃないかなみたいな、そのぐらいの完成度の高さがあるので、まあ、これはこれでまあ、価格なりのね、ちょっと、まあ、ところっていうのがあったのかなっていう気はします。はい、そしたらね、十字キーと ABXY ボタンの、テストのためにスト6ね、やっていきたいと思います。なんかですね、ABXY ボタンですね、特に。メーブレンのね、ABXY ボタンがすごいね、反応が鈍いような感じがします。なんかね、大パンがやっぱり入りづらい感じがしますね。ABXY ボタンがちょっとね、なんでしょう、ストロークが深いっていうのと、なんかちょっとね、入りづらさっていうのをちょっと感じる気がします。あとですね、こう、十字キーもね、かなり斜め抜けがしやすいですね。こう、見ていただいたらね、コマンドを見ていただいたらわかるかなと思うんですけど、こういうね、斜め抜けがすごくしやすいです。こうなっちゃうんですよね。なんで、さすがにこの、モジョン、エーテルっていうね、このコントローラーで格ゲーやるのはおすすめできないかなっていうふうに、思います。ただね、こう、十字キー、かなりタクトスイッチで入りやすいね。押し心地すごくいい十字キーになってるので、こう、縦横だけのね、ゲームっていうのをね、やりたい方にはすごくおすすめのね、十字キーっていう風になってると思いますね。斜めがちょっと入りづらすぎてね、格ゲーにはかなり厳しいっていうのが、正直な感想ですね。できなくは、ないんですけど、ちょっとね、これを使うっていうのを、これを使ってね、スト6のランク回すのは結構きついかなとは思います。はい、続いて、モンハンの方ですね。もうね、ハンターランクも115ぐらいかな、になってですね。もう一通りね、だいぶやることもなくなってきて、あとトロコンぐらいしかやることないっていうね、ぐらいまではやり込んだんですが、こちらはね、なんか、報酬が美味しいね、調査クエストですね。アルシュベルドと、ププロポルのね、討伐クエストをね、やっているところです。でね、もうね、背面ボタンはね、もう文句なくいいですね。回避ボタンをね、
背面ボタンに割り当ててですね、右側の背面ボタン、私はね号車じゃなくて、シルベの矢をねロードするボタンを割り当てたりするんですけど、すごくねやりやすかったです。普段私はねブリッツ2とかね、トップにボタンがある、追加ボタンがあるコントローラーでトップにね号車を割り当ててたりするんですけど、それに比べたらさすがにねモンハンの特に弓はね、やりづらかったっていうのはあるんですけど、背面にボタンで十分だよっていう方にはねものすごくやりやすいねコントローラーだと思います。もうね全くこれで問題ないはずですね。逆に4000円ぐらいのコントローラーでねこれだけできりゃ文句ないのではないでしょうかっていう感じですね。この時点ではねフリークとか、つけずにやってるんですけどね、意外とねちょっとエイムっていうのはね難しさはあったんですけど、すごくやりやすかったですね。モンハンのね弓とかでねエイムしっかりやりたいよっていう方ね、できたらフリークつけて、カスタムカーブをねいじっていただけたらいいかなっていうふうに思います。はい、続いてアセットコルサを、アナログトリガーと振動機能のテストのためにプレイしてきました。アナログトリガーに関してはですねすごく優れていたと思います。ちょっとね、デッドゾーンが大きいというか反応しない領域っていうのが最初の方ですね、押し始めのところがね大きいんですけど、あんまりそこが、特別、操作しづらいっていう感じではなかったですね。で基本的にスティックこれねフリークもつけずに、やっているのでやっぱり感度が高くてですねハンドル操作っていうのがすごくね難しくて、割とね見てると分かるかなと思うんですけどバタバタ感があるというかねちょっと切りすぎてそれをカウンター当ててまた切りすぎてカウンター当ててみたいなことが多かった印象がありました。ただね、なんとかですねタイムの方っていうのは出せていけたかなっていう感じですね。で振動機能についてはですね波ぐらいかなって感じですね。そこまで優れているっていうわけではなかった印象でした。やっぱりそこまでね求めるのはさすがに、厳しいかなっていう気はしますね。ただ振動機能についてですねめちゃくちゃ解像度が高いってわけでもなくね、パワフルな振動を味わえるってわけではないんですが全然ねひどい振動ってわけではなかったですね。無難にね仕上がっているかなっていうぐらいの、振動だったと思います。そんなわけで、5周ですねギリギリなんとか5周で、タイムっていうのを出すことができてですね、そのタイムっていうのが1分47秒275っていうことでした。以上ですね、モジョンのエーテルっていうコントローラーをレビューしてきましたがいかがだったでしょうか。3000円台、4000円ですね。で、購入できるコントローラーとしてはですね、もはや、これで全然いいじゃんって思える要素たっぷりのですね、すごく優れたコントローラーだったなと思います。有線ケーブル接続であれば遅延も問題ないですしね、スティックに関してはね、多少ね、フリークをつけてあげて、Steam 入力の方でいじってあげるっていう工夫は必要ですけど、その工夫さえしてあげればですね、全然問題なく使うことができるスティックでした。トリガーストップがないとかね、あとトリガーストップつけてもややストロークが大きくなってしまうっていうね、そういう問題はありますが、全然これでも私はね、Apex とかね、FPS ゲームも全然使っていけるかなって思いましたね。このコントローラーはね、一つの基準になるようなコントローラーかなって私は感じました。4000円でこれだけのコントローラーが手に入ってしまうとですね、これより劣る1万円ぐらいのコントローラーってね、山ほどあるかなって正直思うんですよね。なんで、波の、性能やね、出来では1万円ね、コントローラーでもうね、いいって言われるような、時代ではなくなってきたのかなっていうふうに思います。はい、それで私はこちらのね、冒頭でもご紹介しましたモノルっていうね、ウェブサービスの管理人もやっています。
今回ご紹介したモジョンエーテルのね、製品のいろんなスペックとかも載せています。後ほどね、スティックカーブなどもね、掲載したりとか、私の口コミもね、掲載しておきたいと思います。ぜひですね、この口コミっていうのが非常にね、力になりますので、ぜひこちらのね、モノルのサイトの方に口コミっていうのをね、お持ちのコントローラーについてね、書いていってくださったら非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。